すごいね、会場みたいになってる、あやちゃん。すごいよな。本来多分病院とかじゃないやんな。これ多分あれ、メリアか市役所がなってるみたい。めっちゃなんかカフェみたいなやつができてる。多分カフェみたいになってるところが売った人多分15分ぐらい待たなあかんって言ってたから、その人らじゃないかな。でこっちが多分入り口やと思うね。うん、なんか郊外やからすごい空気がいい。のどかやな。のどか。ちょっと天気もすごいいいから、なピクニックしたくなる気持ちやな。さあ果たして売った後そんなのんきなことが言えるのかわからんけど。まあとりあえずね、1回目のそう、私たちは受けることにしました。はい。行きましょう。こんなとこやね。じゃあ行ってみましょう。で終わって20分ぐらいかな。ちょっとね、ちょっと長めに待ってみて、アナフィラキシー反応とかないか確認してみて。どうですか、腕の状態というか。なんか打った瞬間ちょっと痛かったような気がしてんけど、でなんかちょっとしびれてるような気がしたけど、なんかこう考えすぎてなったんか分からへんくて、まあ確かにね。今は全然両手上がるし、こっち打ったんやけど大丈夫。そう一応ね、利き手は避けて腕が痛くなるっていう風に言ってたので、それに利き手避けて打ちましたが、あやちゃんは？私そうなんかまず筋肉注射なんかなと思ってたから、打つ時痛いんかなと思ってん、針が刺さる時、もう、ゼロ、痛みなんてゼロやってびっくりした。痛くなかったな。ゼロでびっくりして、で今のところその痛みとかもないですね。てかさっきマッシュが言ってたちょっとなんかしびれみたいなのは確かになきにしもあらず。なんかちょっとなんかみたいな。でも今もう全くない。感覚的に言うと、歯の麻酔を打った後に感覚なくなってるっていう、なんかピリ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 みたいな、痛いじゃないけどあれのすんごい薄いやつがちょっとおるみたいな確かにな感じですね。だから痛みとかではないですね。とりあえずまあ1回目やから、2回目の方がね副反応が強いみたいな気いくんで、まあ多分これ今日はそんなにいけるのかなと思いつつ、ただ帰ってからね夜とかに熱出たりとか、あとやっぱ次の日に腕がだるくなったりするらしいんで、なんかそういうのがもしあったらですね、それも報告したいなと思います。はい、ということでね、マシャヤは1回目ワクチン接種終わりました。はい、マシュ今何時でしょうか。今はですね、9時半ぐらいかな、ちょっと待ってな。はい、9時36分です。ちょっとね、帰ってきて、ご飯食べて、休憩して、今起きてって感じですが、どんな感じですか？あやちゃんは？私は腕が、まあ、上げると痛いって感じの状態かな。俺も同じで、こう上げると、こう、なんか、内身みたいな痛み。あ、そうそう、ガーンって打った後。の痛みみたいな感じで、この辺まで上げると痛たたたって感じです。でもそんななんか、うわ、服着替えられへんとか、左腕何も持たれへんとかじゃないやつ。確かに。そこまでしんどくはないかな。てぐらい。なんか気になるな、みたいな。だから、なんかスポーツしたりとか、手を上げる作業とかする人は、ちょっとしんどいかもしれない。しんどいな。確かに。パソコンするぐらいはそんなに痛くないかなって感じ。これ上げんでいいもんな、手自体を。それ以外は、そうそう。それ以外は、私は特になんもないんですが、マッシュは確かにね、ちょっと倦怠感、ちょっと体はだるくて、でもね、ちょうど今日ワクチンを打つ前日から結構撮影が連チャンであったのと、出張にも行ってたんで、その疲れが結構出てたんですよね。それの気だるさなのか、ワクチンからの気だるさなのか分かんないって感じで。ただなんかまあ出てたけど、ワクチン打った後の方がしんどいって感じだよな。そうやな。ワクチン打つ前もちょっと疲れてるな、早くワクチン打って寝たいって感じやって、でワクチン打って帰ってきたら、なんか打った瞬間のなんかそういう影響は感じなかったけど、今もう早く寝たいって感じで寝て起きたらすごい
しんどみたいなうん。ちょっと熱をね測ってみようと思ってはい。超えたらこれかな、うんおちょうど熱測り終わりました。何度？あほら38度2分。めっちゃ発熱やん。はい、38度2分ですね。これ微熱いやいやちょっと発熱レベルやな。うん。あ熱あるやん。通りで死んでるはずや。しかも明日生配信まあまあまあ、生配信はね、うん体調悪かったらやめたらいいと思いますけど。ね、でもパリに住んでさ、うん。一人暮らしの時かな、2回ぐらいこういう原因不明の発熱があったから疲れとかでだからそういうのかもしれへん。ちょっと因果関係は分かりません。でもマッシュはそういう熱の出方するね、うん、毎回。急に疲れた、しんどい、熱出た、終わりみたいな。大体ぼやいてるわ、熱出る前。あーしんどい、なんかなんかもうちょっとしんどい気がするなって言ったら、熱出たなみたいな。じゃあまあこれは副作用じゃない気がしますが、いや、副反応あると思うよ。じゃあ熱出やすそうなちょっと状態でワクチン打ったから、ちょっと一緒にこう熱ってなっちゃったのかもね。そうやな、ちょっと弱いところに出ると思うから、そこにつけ込まれたんじゃ熱でつけ込まれたんかもしれん。まだでもね、ワクチン打ってから5、6時間ぐらいの経過なので、明日もどうなるかちょっとね、ちょっと明日の朝の気だるさと、また熱も調べてみて、もしもっと上がったらね、ちょっと怖いし。どうしたらいいんやろな。でもどうしようもないと思うねんな。多分上がってたら違う風とかなんか、でもね、鼻も喉も何も痛くないから。熱だけやもんな。気だるさと熱だけやから、風邪じゃない気はする。疲れかもな。疲れやな。疲れ発熱にワクチンプラスって感じだと思います。はい。なのでまたちょっとね、明日の様子も撮れたら撮りたいと思いますし、生配信もあるのでね、生配信後にこの動画アップしてると思いますけど、皆さん3万人ありがとうございます。前日の夜はこんな感じでした。こんなんでした。じゃあねー。じゃあ早めに寝ます。おやすみなさい。バイバーイ。えいちゃん何書いてるの？明日のライブ配信用の返事かな。コメントの返事。そう。いろんな国の方が最近見てくださってるんですけども、いかんせん僕ら YouTube ライブでは日本語しか話せないんで、そう。ね、だからちょっとコメントもらった時に、皆さんに返事できるように、各国の言葉で今、作っております。ほら、sorry! ごめんね。英語。ありがとう、コメント。でも日本語しか話せなくてごめんなさい。そう、いつも伝われへんもんな。本当にありがとうっていう気持ちを、各国の言葉で書きましょう。何カ国語あるかな。10カ国、とりあえず用意しておきましょう。いやー、ほんまにいつも悲しいもんな。ごめんってなる。ごめんってなるから。自分がつけられへんからね。おはようございます。おはようございます。さあ、ライブ配信ですよ、今日は。はい、ライブ配信の朝でございます。腕がめっちゃ痛い。そう、マッシュ結構痛いって言ってるみたいです。この辺からもう痛いんですよ。四十肩みたいな。四十肩みたいな。でもここまで行くと痛てててすごい寝心地が悪くて、こっち向いて寝られへんからさ、体がバッキバキになってるのと、なぜか知らんけど右手もちょっとなんか重たい。この辺から重いなーって感じで倦怠感がちょっとありますね。倦怠感あるな。私も一緒で寝返りが打ってないから首凝ってる感じでした。寝起き。寝返り打ってましたけどね。腕はまあマッシュと一緒で上げたら痛いけど、いてててぐらいの感じかな。だから俺の方がすごい強く出てて、多分ちょっと腫れてんねんな。まあまあ腫れてるっていうかなんか、そうな。ちょっと体温計でね、熱をもう一回測っとこうと思って。はい。多分昨日で熱は下がってる気がする。多分倦怠感はうちもあるかな。なあ。でもそんなあれみたいな感じです。風邪ずっとひいてて、熱も収まって、学校行けるかなっていう日のだるさです。そのちょっと薄くいるみたいな。それぐらいかな。今熱測ったら6度8分。じゃあほとんど戻ってきたな。だって元気になってきたって言ってたもんな。そうほら
36度8分ですね。昨日8度2分まで出たのに。あ、じゃあやっぱちょっと発熱あるねんな。うん。だからやっぱちょっと元気なんや。そうやな。なんか、生配信いけそうな気がしてきた。まあでもちょっと無理せずにいきましょう。っていう感じで、とりあえずその日の夜は僕は結構熱が出ちゃいました。で、翌日の今は熱は下がったけど、逆に腕の痛みが強くなったっていう感じです。腕の痛みはほんまにゆっくり消えていく感じのタイプの痛みやな。だからちょっとでもまあ痛いし、あれで痛み止め飲もうかなと思うね。飲みましょう。じゃあ、ライブ配信が待ってるので準備したいと思います。はい、じゃあ準備しましょう。後で。おー、綺麗。めっちゃ綺麗やな。でも満開やな、ほんまに。なんかさっきより咲いたな。咲いた咲いた。すごい。かわいい。いいね。さあ、こんな感じで間もなく始まります。はい。惣菜祭りですね。はい。さあ、どうですか。ちょっとマシになってきた。ワクチンのは。マシではないかな。ずっと一緒かな。痛い。痛い。筋肉痛って感じ。たのがマシそうやけど。ほんまになんかあれやんな。バーンってここを強く打って。その後、いたたたたっていうのが続いてるみたいな。昨日より痛みは強い。ちょっと強いかな。でもそんななんか頑張れば全然動かせるって感じ。その我慢できる程度の痛み。熱もない。じゃあ大丈夫そうやね。ただ今ちょっと生理が来たから今日から、その辛さ。2人ともなんか疲れてる時のタイミングやし、あやちゃんは生理のタイミングで。そうだからなんかいまいちデータ取れてないよね。データ取れそれのしんどさ来てるのはあるかもしれへん感じかな。なるほどね。ワクチンはそこまでうちはなかったかな。じゃあ、もう3万人ライブ配信あと5分ぐらいから。あと5分ぐらいやばい。じゃあ今からやります。じゃあまた後で。はい、ということでワクチンを打って3日目になりますかね。はい。どうですか、あやちゃん。全然大丈夫です。昨日ね、ちょうどライブ配信で3万人記念させていただきまして、で、あの後、やっぱまだ副反応が強かったんか、もうそのままバタンキューってなって。いつもですよね。じゃあお酒も飲んだからやと思うけど、で起きてからやっぱりもう体がめっちゃしんどくて重たくて、で結局その後ちょっとご飯食べてまた寝て、で今日朝起きたらですね、今こんな感じで元気になりました。あ、もう大丈夫？だいぶマシ。でもまだ腕の痛みもあって、もうあやちゃんさっきこれぐらいブンブン振りましたけど、マシはこれぐらいは流れになってきた。あ、私の2日目ぐらいかな。結構この辺でちょっと痛いかな。あと押すとやっぱめっちゃ痛い。まあそれは痛い。まだ打撲した感じの痛みあるんですけど、で熱はもう全くなくなって、大丈夫です。で、なんかまあ調べてたら、体の弱い人とか体調悪い人は副反応が出やすいって書いてあったんで、だからまあやっぱ体調悪かったっていうのもあって重くドーンって出たんやと思います。で、あやちゃんは体調良かったんやけども、今日は生理の重みもあってちょっと副反応なのか生理なのかちょっと頭痛がするみたいな。副反応じゃないと思う。生理するというか感じかな。そうそう。で、マッシュもまだ頭痛がうっすら残ってるって感じと、あとね、ちょうどタイミング的に花粉症が出てきてて全部タイミング悪いんですけど、ちょっと花粉症もあるから花粉症のアレルギーのお薬と頭痛止め飲んで、今だいぶ体がすっきりしてるんで、まあもう明日ぐらいには多分大丈夫かなと思います。なので、僕の場合はまあこんな感じの流れでした。で、あやちゃんはこんな感じで、で、知り合いね、今最近周りもどんどんワクチン打ってて、で、どうやったって情報交換してるんですけど、なんか僕らの周りの話でいくと、女性の人は結構副反応があんまり出てない感じ。次の日でも仕事してる余裕みたいな人が多くて、でその人たちの旦那さんとか、義理のお父さんとか、そういう男性の人たちは結構腕が上がらなくなってたとか、熱出たっていう人もおったって聞いたんで、なんか周りは男性の方が副反応が出てるような気がします。まあでもそれでも 2,3 人の意見ですね。そう。周りといえど 2,3 人たった2,3人なんで。だから分かれへんけど、でもそう女の人は全員熱も出てないって人ばっかしやったな。それは5人ぐらい聞いたけど、そんな感じやったんで、まあちょっと分からないですけど、僕らの周りではそんな感じでした。でまた1ヶ月後ぐらいに、
2回目のね、ワクチン接種があるんで、またその時にね、どんな感じだったか、まあ皆さんの参考になればなと思って、また撮ってみたいと思います。はい。さあ、あやちゃんも登場しましたが、あやちゃんは腕全然余裕やねんな。余裕です。もう治りましたね。治ったっていうかもう全然ワクチンの後のね副反応はないですね。2日目かな。やっぱその1日だけちょっとなんかワクチン打つ人はお休みとして丸々1日は空けてた方がいいかなって思いました。ね、特にだから2回目さっき言った通り2回目の次の日と次の日は一応もう仕事も予定も入れんようにしようかなと思ってます。じゃないと。でもなんかさっき言った熱が出て4日間ぐらい気だるかった男性の方がいらっしゃったんですけど、その人は2回目の時は何もなかったって。あ、そうなんや。ほんまにその時の体調によるのが、あと精神的なものもあるかも。あ、それもあるかもね。どうしようみたいなね、やっぱ怖くなっちゃったりね、それもあるかもしれませんね。フランスではまあだいぶ進んでて、6月の半ばには12歳以上もワクチンが打てるようになるみたいなので、どんどん進んでいくのかなと思います。ちょっと今日のニュースで、フランスは、日本からの入国をワクチン接種済みの人は隔離もなしになるって書いてました。そうなんや。で、ワクチン接種してない人は、陰性証明書があればみたいなことを書いてたんで、で変異株が激しい国の人らは隔離が必要みたいなこと書いてたんで、フランス入ってきてもってことやな。だからそうもうちょっとあとフランスじゃなくて日本がフランスからの入国者でワクチン済みの人は隔離を例えば減らすとかさ、なんかそういうのがなれば夢のフランス旅行、日本へ旅行ができるようになるかもしれへんかなと。秋ぐらいにもしかしたらね。でもあれやんな、そのワクチン接種してるからといってさ、コロナにかからんわけじゃないやん、私たちは。そうね、感染率はかなり下がるらしいけど、補菌する可能性はあることやね。結局そのワクチン打ってたとしても菌をばらまいたらあかんから隔離は絶対あるよな。隔離っていうか多分なんか補菌してかどうかをチェックする、そういうのはあるかもしれへん。ついたら PCR 検査みたいなのがあるかもしれへんでな。まあでも前進していったらいいなと思いますし、やっとちょっと動き出してるねって感じやな、状況からペレペレからなちょっとずつ付き合っていきましょう。でまあ2人のね考えはまあちょっとね何年後かにそのワクチンのせいで何かが起こるかもしれないし、起こんないかもしれないし、ちょっとわからないんですけども、まあ今あるね、今の環境で楽しめる方法として僕らはワクチンを打つっていう手段を選びましたが、皆さんいろんな考えがあると思うので、それはそれで皆さんのね、考えを大事にされたらいいなと思いますし、あくまでも今回この動画もね、僕らの体験は今こんな感じですっていうことをお伝えしたいなと思って撮ってるっていう感じですので、そうですね、打った後どういう風になるんだろうっていう不安な方も多分ねたくさんいらっしゃると思うんで、その状態だけでもね1サンプルとして伝えれたらなと思うことで撮りました。推奨しているとか何でもないです。本当にこんな感じでしたよっていうだけなので、ワクチンのことはね、皆さんご自身でご判断していただいて、人によって違うんで、打つ打たないは考えていただけたらなと思います。はい、ということで、もう一度改めてですけども、皆さん3万人記念ライブ配信見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。なんかもっと喋りたくなっちゃってやっぱりね、そう2時間半ぐらいしたんかな。でも結構やっぱりね喋り出すと止まらなくなるので遅くから始まるからね、あんま遅くまでできないんですけど、またねちょこちょこライブ配信したいなって思いました。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。